皆さんこんにちは、よしとうです。今回はついに実装された P5X 心の怪盗団のナビキャラウィンドの性能を解説していきたいと思います。もしこの動画が良ければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ウィンドはペルソナ5の基本システムであるダウン、ワンモア、総攻撃を超強化するナビキャラです。ウィンドはスキルや固有能力で敵に破綻という状態異常を与えます。この破綻という状態異常は一度だけ敵へのダメージをアップさせ、さらにその際敵のダウン値を追加で1つ削ることができます。この破綻を駆使して敵を素早くダウンさせ、ワンモア総攻撃で敵にダメージを与えていくのがウィンドの強みです。ウィンドのスキル1は敵全体の防御力をダウンさせ、メインターゲットに破綻を追加で付与します。防御力ダウンの量はウィンドの速度が速ければ速いほど上がるため、ウィンドは速度を上げるといいキャラクターですね。スキルには敵全体の被ダメージをアップさせます。このスキルの面白いところは、味方が敵のダウン値を減らした時、本来8ターンのこのスキルのクールタイムが減っていき、クールタイムが0になった時、ウィンドはこのスキルを自動的に発動します。自動で発動するナビキャラのスキルは初めてになりますね。そしてスキル3はウィンドが獲得した情報というポイントを全て消費して味方全体の余ダメージをアップします。情報は破綻状態の敵を攻撃した時に2ポイント、敵のダウン値を減らした時に1ポイント獲得することができて、今いくつ持っているかはウィンドのスキル選択画面から確認できます。ウィンドのスキルまとめはこんな感じになっています。ウィンドはスキル1以外にも味方が3回行動するたびダウン値が最も高い敵に破綻を自動で付与します。スキル1で敵にデバフを与えながら情報をため、スキル3で味方を一気に強化するのがウィンドの戦い方です。ただウィンドのスキルはどれも効果量があまり高くありません。ウィンドは3つ目のパッシブスキル総攻撃とワンモアのダメージが 60% アップする能力がとにかく強力で、こちらの能力がウィンドのバフの大部分を占めていると言っていいでしょう。その他にもウィンドはナビキャラ共通の自分のステータスの 15% 分味方のステータスをアップする能力、そして速度が速いほど味方の攻撃力、防御力、HP をアップする能力を持っています。ウィンドの武器の効果はこんな感じになっています。ウィンドは現在イベントで配布されている星4武器の効果がかなり強力で、ウィンドに必要な速度をアップしながら破綻が消費されるたびに味方全体を強化、さらにスキル3のバフに必要な情報も追加で獲得するという素晴らしい能力をしていますね。もちろん星5武器はさらに強力で速度をアップしながら味方全体の余ダメージも上げてくれます。逆にガチャから出る星4武器はあまり強力ではないですね。ウィンドのおすすめケージカードセットはこんな感じです。ウィンドはデバフナビキャラ用の決心と食石のセットを装備しましょう。食石の4セット効果で味方のステータスを上げながら、決心の効果で追加の防御力デバフを与えてくれます。おすすめのメインステータスですが、ウィンドはとにかく速度を160まで上げることが重要です。タツのメインステータスはもちろん速度で、月と星もなるべく速度がサブステータスについているものを優先しましょう。月と星のメインステータスは無難にアタッカーに重要な攻撃力やクリティカル率でいいと思います。ウィンドの突効果はこんな感じになっています。とにかく追加で破綻を与えるようになる能力が多いですね。1つ目で戦闘開始時に破綻付与、3つ目でスキル3でも追加で破綻付与、そして5つ目で味方がハイライトを使った時もダウン値が最も高い敵に破綻を付与します。翌突効果はスキル3のクールタイムを減らすもので、速度が160以上だった場合スキル3のクールタイムが4ターンになります。ウィンドのスキル3のバフの量はかなり大きいので非常に強力な突効果ですね。それではウィンドの強み弱みについて解説していきましょう。ウィンドはメインギミックのダウン、ワンモア、総攻撃を超強化できる点がめちゃくちゃ強力です。ウィンドと同時に入ったアップデートでワンモアと総攻撃の火力がかなりアップしたので、敵をダウンさせていくだけで火力を出しやすくなっています。特に敵が多い場面ではワンモアの回数が増えますし、敵のダウン値が減ってスキル3のための情報も獲得しやすくなるので、特にウィンドの強みが発揮しやすいです。ウィンドの弱みは他のナビキャラが持っている SP 回復能力を全く持っていない点。長期戦では味方の SP が枯渇してスキルが使えなくなってしまうため、ナビキャラの SP 回復が重要なんですが、ウィンドは SP 回復をすることができません。さらにこれが一番の問題なんですが、現状の高難易度コンテンツ、期間限定イベントボスやベルベットルームのランキングバトル、ギルドバトルなどでは敵がダウンしないんですよね。敵がダウンしない場合はワンモアも総攻撃もできないため、ウィンドの強みを全く発揮することはできません。将来的に敵がダウンする高難易度コンテンツが追加される可能性もありますが、現状は使わない方がいいでしょう。ただそれ以外のコンテンツ、普段の攻略やローグライク、そしてランキングではない方のベルベットルームのチャレンジバトルでは星5キャラも上回る性能を発揮してくれます。
普段の攻略がかなり快適になるので育てて損はないキャラクターだと思います。ウィンドのおすすめパーティー編成ですが、ウィンドはパーティーを選ばないナビキャラなのでどんなパーティーと組み合わせても OK です。前衛キャラクターにデバフキャラがいないパーティーではなお強力ですね。敵をダウンさせることができるコンテンツに連れて行ってあげましょう。ここまでご視聴いただきありがとうございました。ウィンドメインストーリーで加入する配布星4ナビキャラですが、普段使いのキャラクターとしてはめちゃくちゃ高性能ですね。その代わり高難易度コンテンツでは少し使いにくい性能をしているので使い分けが必要でしょう。ペルソナシリーズはダウン、ワンモア、総攻撃の流れが気持ちいいゲームなので、ウィンドが活躍できるコンテンツがどんどん増えていくといいですね。このチャンネルではこれからも P5X の攻略動画をガンガン投稿するので、もしこの動画が良ければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではまた次回の動画配信でお会いしましょう。さようなら。